皆さんこんにちは。国際日本文化研究センターの山田昌司と申します。私は日文献で情報学と文化交流史を研究しています。情報と人文系の両方にまたがるような研究テーマで取り組んでいます。今日は私が日文献でずっと取り組んできました文化的な情報の生成、拡散、変容、保存、消滅、再生を考えるというテーマでお話ししたいと思います。前半はこれまでの研究成果をざっとご紹介し、後半ではそのうちの一つの研究についてより具体的にお話をしたいと思います。この私の研究テーマはいくつかのサブテーマに分かれております。第一のテーマは著作権制度の生成変容と文化創造というテーマです。このテーマでは日本の古くからある模倣文化の研究に加えて著作権制度というものの始まりの18世紀イギリスで見られた海賊版にまつわる研究などを成果として出版しています。このテーマにはさらに続きがありまして、日本の著作権法、現在とても複雑なものになっているのですけども、それがどのような力学のもとに改正されてきたのかといった研究、加えてこの著作権というものの未来をどのように考えていけばいいのかについても出版物を出しております。次のテーマです。これはまた少し経路が変わるのですけども、仏教の禅、それが海外に出て ZEN の禅になる、そういった文化の生成、拡散、変容に関する研究です。オイゲン・ヘリゲルというドイツ人の哲学者が弓と禅という本を出版しています。これがそうですね、終戦直後から現在に至るまでの代表的な日本文化論の本として欧米でも日本でも人気を博してきたのですが、この本の成り立ちについての批判的な研究に加えて禅の庭と言われる石庭の美意識の変遷、こういったものも加えた研究書として禅という名の日本丸というものを出版し、それが英訳されてショッツ・イン・ザ・ダークとして出版されております。加えまして20世紀の前半に国際的に活躍しました鈴木大拙という仏教学者の再評価についても研究してきました。鈴木大拙は日本の禅をアメリカの ZEN の禅として伝えていくことになるその立役者の一人でございます。この鈴木大拙の再評価については現時点での金刊も含めて3冊の成果がございます。次に文化的な情報の生成、拡散、変容、保存、消滅、再生の全てに関わるものとして、まずはテレビコマーシャルの文化研究、これは共同研究として行ったものの成果があります。そして漫画アニメ文化の研究、これも共同研究の成果物であります。続いて手法としてデジタルヒューマニティーズ、デジタル技術を人文学研究に生かしていこうという一つの潮流ですけども、その手法を使った研究としてまずは人文系のデータベースの開発と公開をしております。日文系の代表的なデータベースであります海妖怪伝承データベース、海妖怪画像データベースの開発に取り組んできました。また CD ロム版のくずし字解読用例辞典を商品として開発をしておりますし、古事類園という、明治から大正にかけて出版された、一大百科事典、6万ページを超える百科事典なのですけども、それの全文テキストをデータベース化する取り組みも
もう10年12年以上にわたって続けています。そしてデジタルヒューマニティーズに今最も求められていると私が考えておりますデジタル化された情報からの知見の導出という仕事についても取り組んでいます。具体的には浮世絵の顔表現を分析的に研究したり、あるいはそういった成果を小中学生でも分かる形で本にした情報の見方という本を出したりしております。そして、この次に詳しく紹介したい成果としまして百鬼夜行絵巻という、鬼がですね夜行進をする様を描いた絵巻があるのですけども、その編集の系譜を情報学の観点から解明した論文も出しています。次にこの最後に紹介しました百鬼夜行絵巻の研究の具体的な成果についてご紹介したいと思います。まず百鬼夜行絵巻というものについてご紹介します。これは主に江戸時代にたくさんでもないのですけども、かなりの模倣が作られている絵巻物で、幾多の鬼が夜現れて行進している様を描いたものです。ここに2つの本を挙げてあります。どちらも日文献が所蔵しております、通称日文献 B 本、日文献 C 本と呼ばれる絵巻です。ご覧いただけると分かるように似たような同じ形をした鬼が登場しているのですけども、よく比べてみたらその鬼の並び方が違います。このように同じような鬼が出ていても並び方が違うという写本がいくつも見つかるというのがこの百鬼夜行絵巻の特徴であると言えるかと思います。この百鬼夜行絵巻には謎があるとされてきました。まずその代表的な4種類の本があります。大徳寺真珠庵が所蔵しております真珠庵本というもの、日文献が持っております日文献英本というもの、郷土史芸大本で、そして兵庫県歴博英本、これら図像鬼の種類が違う、登場する鬼の種類が違う4種類の本というものと、それらがミックスした合本というものが伝えられています。そして、謎が2つありまして、真珠庵本の系統と言われる本の他の本との合本に登場する鬼はその並び方の順番が日文献 B 本と同じものが多いということ。もう一つは真珠庵本は最も評価の高い重要文化財の百鬼夜行絵巻ですが、しかも最も古いとされておりますけども、この真珠庵本と鬼の順番が全く同じ本が他に見つからないということです。写本として広まっているはずの絵巻であるのに全く同じ鬼の順番の本が他にない。これはなぜなのか、謎であります。でその謎に情報学的な手法で挑んだということです。手法はこうです。真珠庵本の系統の異本、異なる本の鬼の順番の違いを数値化して系統樹を作ってみるという手法です。代表的な真珠庵本の異本が、真珠庵本も含めて9種類あります。その9種類の本の間での鬼の順番の入れ替わり方を編集距離という概念を使って数字化しています。でこの表の赤いところが日文献 B 本なのですけども、この数字を見れば分かるようにこの日文献 B 本は他の種々の本と編集距離が一番短い、つまり鬼の入れ替わり方が少ないという関係で他の本とつながっているということが分かります。この編集距離の
数値を使って系統樹を作ることができます。そうしてできた系統樹がこれでして、日分権 B 本が一番始祖始まりに置かれ、その次の群が6本ある。そして真珠庵本からスペンサー B 本というのが出て、立教大本というものがやや離れたところにある。このような絵が描けることが分かりました。ここからどういう仮説が導かれるかですが、なぜ真珠庵本系の合本の「お」には順番が日分権 B 本と同じものが多いのか。これに対する仮説としては、ひょっとしたら真珠庵本系の原型は真珠庵本そのものではなくて、日分権 B 本に現れている鬼の並び方なのではないか。これが導かれた仮説です。もう一つの謎に移ります。真珠庵本は最古で有名ですけども、鬼の順番が同じ本が他には見つからないということをどう考えたらいいのか。真珠庵本というものの冒頭をお見せしております。絵巻というものは長い紙に書くのではなくて、短い紙を貼り合わせてそこに絵を描いて巻物にするという作られ方をしています。そしてこの真珠庵本の冒頭を見ますと、矢印のところに紙のつなぎ目が、糊で貼ったつなぎ目があるのですけども、さらによく見ますとつなぎ目が、鬼の絵に重なっているつなぎ目と絵と重なってないつなぎ目の2種類があります。絵が重なっているつなぎ目が赤い矢印、絵がかかっていない矢印が緑色の矢印になります。このつなぎ目のうちですね、つなぎ目に絵がかかっていない箇所を、そこで絵巻を紙を切り離して入れ替えてみます。そうすると、ここにあるような入れ替え方をしますと、日分権 B 本に登場する鬼の並び方と同じになります。これは私が発見したことです。ここからどういう仮説が導かれるか。真珠庵本は最古で有名だが、鬼の順番が同じ本は他には見つからない。これはひょっとしたら長い歴史のどこかで紙が一旦バラバラにされ再び貼り合わされた時に順番が入れ替わったんじゃないか、そのような仮説で考えると、説明がつくということになります。このように私は文化的な情報の生成拡散変容保存消滅再生を時にはデジタルヒューマニティーズの手法を使いながら解明をしていっています。はい、以上で私の研究紹介を終わらせていただきます。ありがとうございました。